リナシータ編微妙じゃね？モンテロファミリーの当主なんだっけ、ザンニキャラ性能もなんかいまいちなんだけど、なんか気が抜けんじゃん、あの曲。はあはあたったらったた。家なしララチャンネル。おはいえなし。先日 X で名鳥界隈、名鳥のストーリーというのが私の画面上トレンドに上がりました。お、名鳥盛り上がってて何よりだぜと思って覗いてみたら、ある方が名鳥のシナリオを批判していて、その批判の中で最新パッチのシナリオを誤解している節があったのもあり、別の人たちがその批判者を袋叩きにしていたり、さらにまた別の人たちが擁護していたり、なんか色々ごちゃごちゃしていて、その様子が謎のまとめサイトに手よくまとめられていて、かかる一連の泥仕合がトレンドとして上がっていただけというオチでした。なぜ我々は毎回懲りずにアフィリエイトブログ運営者とイーロン・マスクの養分となってしまうのか、そこについては買いなしにつき今回触れなくて、今回話したいテーマは動画タイトルの通りです。私は今年で稼働12周年を迎える世界最強の MMORPG ファイナルファンタジー14のナンバーワン YouTuber なんですが、この手のプチ炎上14の界隈でもちょいちょいあることで、それを受け前々から漫然と思っていたことがあり、今回の名鳥界隈の騒動にかこつけて動画タイトルのテーマ、つまりシナリオの理解が甘いゲーム批評家は叩かれるべきかと題して雑談したいと思います。特に題目とかなくダラダラ喋るので、デイリー消化しながらでも聞いてください。まずこの騒動そのものについて言及する前にゲロしたいことがあって、14界隈の人にとっては何を今更なんですが、私はシナリオの理解力がめちゃくちゃ低いです。固有名詞が覚えられない、伏線に気づかない、キャラの微妙な感情表現や身振り手振り、間の取り方、カットワーク、BGM、それぞれの演出に意図を見出せない。もしシナリオライターが私の配信見たら、こんな浅い理解力でコンテンツが消化されるのかと創作意欲をそがれてしまうかと思います。さらに名鳥に対して白状するんですが、今から名鳥の最新パッチバージョン 2.6 の超責任務のネタバレを画面上に表示させるので、見くりの人は私がいいよって言うまで目閉じてください。3、2、1。私は画面上のこれに気づきませんでした。目開けてもらって大丈夫です。先日名鳥のシナリオ感想動画を投稿してコメントを拝見していた時にって気づいた口です。終わってますよね。そんなわけで私はコミュニティにおけるシナリオ読解力ティア表で言うと間違いなく最下層に位置する人です。今回は名鳥を例にしましたが、仮に14ユーザーたちのシナリオ読解レベルをこういうティア表にまとめようとした時、14だとこのティア表おそらくめちゃくちゃ縦長になります。理由は2つ。1つは単に稼働年数が長くシナリオが多いから、もう1つはやはり何といっても天下のファイナルファンタジーシリーズ、シナリオの出来がものすごくいいからです。高品質のシナリオが長期にわたって提供され続けるんだから、それにぶら下がるユーザーたちのシナリオに関する理解力についてもばらつきが大きくなるというもの。14プレイヤー、いわゆる非課戦によっては主要 NPC の名前すら覚えてない、なんならメインシナリオ全スキップしてバトルコンテンツだけ楽しむ輩もいれば、私のような別に普通にメインシナリオを読んでるはずなのに単純に話が読み解けない知恵遅れもいれば、ダンジョンの壁の模様を一箇所見るだけで、これはメラシリアのなんちゃらだってことは、あの時代のあのキャラがこういう思いのもと関与したうんたらかんたらとドン引きするぐらい考察を膨らませられるストーリー、世界設定ガチ勢も併存しています。そういう群盲割拠である14界隈において、お前よくシナリオの感想動画を出せるな、学会発表の場でなんで小学生の読書感想文出せるのと思うかもしれません。私がこういう動画を出しているのは2つの意味で開き直っているからで、1つはその場で一時恥をかこうが自分の意見を支持してくれたり補足してくれたり、あるいは反論してくれるというのは自分の考えを深めるために有益だからです。で、もう1つはちゃんと分かった上で発信しなきゃいけないという前提を置くとキリがないからです。学会発表の場で小学校の読書感想文を出してはいけないのであれば、じゃあ中学校の読書感想文ならいいのか、高校生ならいいのか、大学生なら、修士なら、博士なら、ポスドクなら、ゲームのシナリオを分かってないとシナリオについて意見ができないのであれば、真の意味で意見できるのはそのゲームのシナリオライターだけになるよねという考え方ですね。結局シナリオの分かってる度合いもアナログなもので、自分よりもシナリオ分かってる人の意見はポジだろうがネガだろうがなるほどなーってなって、自分よりシナリオ分かっていない人の意見ならポジなら生温かく見守ることになり、ネガならこいつ何も分かってないわと嫌な印象を抱くだけで、そのこいつ何も分かってないわと思った人の数が敷地を超えれば、よし不快に思ってる人俺だけじゃないよなという心理的安全性に後押しされて発信者を袋叩きにする、いわゆる炎上が発生するんだと思います。
で、こういう構図になるのは単なる現象であり、そこに叩かれるべきでないとか叩かれるべきだとか、そういう規範というか価値判断みたいな話って介入しないんじゃないかなと思います。日本って言論の自由があるんだから好きに発信すればいいと思うし、気に入らなければ好きに叩けばいいという感じ。本題に入る前にオープニングトーク的に14の話をしていたつもりでしたが、動画タイトルの問いに対して自分の考えを共有してしまいました。シナリオの理解が甘いゲーム批評家は叩かれるべきかというと、そもそも叩かれるべきとかそういう話を持ち込もうとするからややこしくなるのであって、シナリオの理解がどの程度であれ自分が発信したい時に好きに発信すればいいし、受け手は受け手で気に入らなければ好きに叩けばええやんけというのが私の考えです。好きにすりゃええやんけという基本的な考えを共有したところで、ここからは先日名調界隈で話題になったやつについて受け手の私が発信者に対して感じたことを好きに言いたいと思います。ええこと言うやん。おおむね同意です。読んでて思ったことがあって、私よく名調のシナリオに対してポジティブな文脈で映画みたいって言いますし、結構そういう言葉選びしてる人 X でも配信者でも見かけるんですけど、これって本当に褒め言葉なのかなって。圧倒的なグラとモーションと BGM でこっちをぶん殴ってくることをもって私は映画と称してるんだろうなと自己分析してるんですけど、一方で私が名調のシナリオに対して感じている若干のぶつ切り感、前の話、今回の話、未来の話の各話の独立感も数時間一本勝負である映画という言葉選びになってるのかもしれないなと思いました。というのもこの動画のコメント欄でもあったんですけど、確かに今回はさすがにルパ出てくれればなーって自分でも自覚したんですよね。こういう話の流れだったらチャンピオン出るよね。いやわかるんですよ。そんな旧キャラポンポン出してたら話がブレるっていう意見も。ただその意見を尊重するにしても、例えばオーガスタ VS ヒョウちゃんのところは一騎打ちの方がいいでしょうけど、なんだろう、例えばオーガスタが偽りの神王を内部から腹パンした後、ヒョウちゃんプラスオーガスタが神王と対峙するときに加勢するぜ相棒とか言ってルパが追いついて3人で戦うとかでもよかったんちゃうかーとか。100歩譲って新キャラにクローズアップさせたいという意図でルパを一切出さないにしても、やっぱりルパに対する何らかのフォローが、例えばルパはちょっと検査するためにブラックショアで給与取ってますとか、そういうマジ適当でいいから一言あるだけでも全然印象違かったんじゃないかなと思います。一応ヒョウちゃんがオーガスタになぜ私が他にもおるやろ的なこと言ってますけど、ここでルパという名前を出してほしかったし、オーガスタにもルパをないがしろにしないでほしかったのかもしれません。別に前のショーの話を引き継ぐための手段は過去キャラを登場させるだけではないので、ルパを出すことこそが唯一解だとは思ってないんですが、ただやっぱり名調はキャラクターが魅力的なので、過去キャラを出すってのは公式から過去の話からの地続きなんだぞ感を出す、ひいては単発映画感を弱める一つの有効な手段なんじゃないかなと思います。またこれは過去と今の話のつながりについてお話ししましたが、今と未来のつながりという意味でも名調はさらに進化する余地があると思っています。例えば14ってシナリオの続きめっちゃ気になるんですよね。なんというか定期的にリリースする系のゲームのシナリオの作り方分かってる人が書いてる感じ。毎度毎度ようこんないい引き作って終わらせられるなって感心します。一方で名調は今回ガルブレーナが出てきましたけど、あくまで今回予感させてるのって新キャラであって新展開ではないかなというのが個人の所感。だから現在から未来という目線で見ても一区切りついちゃった感、ひいては映画感を覚えるのかもしれません。今私が言ってる趣旨のこと別に話題になった方言ってなくねって思うかもですが、確かにダイレクトにはおっしゃってないんですけど、単一の話の中で前半に謎がばらまかれ後半に回収されるっておっしゃってるんですよね。回収されるまでが間延びしてだるいっていうのが市の主張で、そこについては私は特に間延び感を覚えなかったので同意してないんですけど、ただ謎のばらまきと回収が単一パッチの中でまあまあ完結しちゃってる感は確かにあるなと。というか謎に限らず舞台やらキャラやら多くの要素に同じ嫌いがあるなと着想を得て今共有した話をした次第です。そんな感じで他にも言葉選びが硬いとか部分で同意できるところもあって、それを見て私は自分では中立的な立場で名調にも向き合ってるつもりだけど、とはいえ案件を頂戴した縁なりクリエイタープログラムに混ぜてもらった縁なりで相当名調に愛着が湧いちゃってるっていうか入れ込んじゃってんだろうなと自覚しました。というわけで私は無意識に自由な物言いができなくなってるかもしらんので、好きなこと言い放ってる方に好意的な印象を抱いたのかもしれません。ただあえて一つ挙げるなら言論に年齢は関係ないので本当なのか知らんけど、冒頭高校生であることを保険の文言として入れなくてもいいのになとは思いました。せっかくいいことをおっしゃってるんですしね。でも話題を得るためにはそういう属性を前面に出した方が有効な側面もあるから SNS での情報発信って難しいですよね。
一方でそんな自称高校生を叩く側についても冒頭お話しした通り別に叩きたいと思えば好きにぶったたけばいいと思ってるんですけど、ただ言うのが偽りの信用にやられたと発信者がシナリオを誤解していることと、発信者が言及しているテンポ、感情移入、ストーリー構成にかかる抽象的な批判への是非は本来切り分けて考えなければいけないところ、こんなシナリオ理解のやつが聞いて呆れるとか言っちゃうのは説得力がないっていうのは私も共感なんですけど、言うて不倫した国会議員の政策が全部クソに見えるのと同じことが起きてるんじゃないかなと思います。またこれも X の反応でよくあったんですが、発信者の情報発信にいまいち感はあるものの、当人が高校生であることとその主張内容も同じく切り分けて考えなければいけないのに、私たちにも思春期だった時期はあるよねとか、発信者が逆立ちしようが逆転できない年齢を盾にしてマウント取るのは個人的にはあまり気持ちよくない発言でした。ぶっちゃけ私も感情として威勢のいいガキだなって全く思わないかと言ったら嘘ですけど、感情としてそう思うことと理屈として批判をどう受け止めるかは切り分けて考えた方がいいと思う派です。ただそういう気持ちはありつつも、私だってその辺のおっさんからチャンネル運営について説教されるのとヒカキンから全く同じこと言われるのだと絶対受け止め方変わってくるんで、受け手は受け手でそういう先入観を持たないようにしようと努力はしつつも、一方で発信者は発信者で余計なところで自分の意見が届かなくなる失点をしないよう、わざわざ悪印象を与える自分の属性を盾にした保険適用なりシナリオの誤解を発信しないよう努めた方がいいとは思います。倫理的にその方がいいって言ってるわけじゃなく、実利としてその方が得という意味で言いました。私も特にネガティブなコメントを発信するときは、やはりどう転ぼうがそのコンテンツを楽しんでる人の水を差すことになるんだから、自分の意図しない広がり方や刺され方をされうるという覚悟を持って慎重に発信しようと改めて誓ったのでした。雑談以上です。最後に本動画で一番共有したいことがありまして、こうやって誰かがゲームを批判すること、その批判が拾われて集中攻撃を受けること、その様子がまとめブログの餌になったりトレンドに乗ってイーロンのおもちゃにされること、全て名調の強さあってのこそだと思います。死滅しているコンテンツは話題にもならんから。こういう学級会をトレンドに乗せちゃう名調こそが最強であり、というわけで私は今回の騒動をもって改めて名調の勢いを再認識できてよかったと心の底から思っています。名調界隈はきしょいとか自虐したりこき下ろしてる人たちもいますが、大丈夫、どこの界隈もどこかしらきしょいです。そんな界隈という不定の存在を許容して評価しようとせず、単に名調の素晴らしさに浸り、さらなるシナリオの飛躍を待ち焦がれる方が得だと思います。バージョン 2.5 であんな細かいフィードバックアンケートを送りつけてくる会社なんだから大丈夫でしょう。私は黒ゲームズに全幅の信頼を寄せています。皆さんは今回の騒動やシナリオの評価、今後期待することなどなどどう思いましたでしょうか。おのおの好きに発信すりゃいいじゃんって言った手前ですので、ご自由にコメントください。以上です。家なしララは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録高評価よろしくお願いします。動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒おつゆなし。